ちょっと待ってください。ソニーのミラーレスカメラを動画で利用している皆さん。今、新しいレンズを買おうかなって迷っている皆さん。ぜひ、この動画を最後までご覧ください。よし。Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. 皆さんこんにちは。ワンダーレビューです。本日はソニーのミラーレスカメラ用のレンズのお話です。で、私自身動画を始めるまではキヤノンユーザーだったんですが、動画はソニーのカメラがいいということでソニーに乗り換えました。いろいろレンズ持ってたんですけども、本当にまっさらにソニーに変えました。で、買った時についてきたこういう標準レンズから、はじめやはり値段が結構するので単焦点のレンズで動画を撮影してました。特に動画ではこの FE1.8 の 20G っていう結構みんなが使っているすごく広角で明るい単焦点のレンズを主に使っていました。今回新しい動画用のレンズを買う際にすごくありがたいことにタムロン様より気になっていたレンズを約1ヶ月弱お借りしてみっちり使ってきたので、その検証結果をレビューとしてまとめました。最後までぜひ見ていただけたらと思います。特に純正とこのサードパーティー、純正じゃないレンズで値段全然違うので、そこら辺気になる部分というのをこのピントの追従性だとか、こう純正だからいいというところを重点的に調べてきたので、そこら辺注目して見ていただければと思います。私自身プロでもないですし、アマチュアです。ただ、同じような悩み、同じようなことを考えている人多いと思うので、ぜひ気になる方は最後まで動画見ていただけると嬉しいです。あと、少しでも動画良かったなと思う人は、ぜひこの動画に高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけると励みになるのでお願いします。それでは本日も動画の方を進めていきます。どうぞお楽しみください。まず動画用のレンズですが、この 20mmの紙レンズって呼ばれるレンズを基本的にずっと使う、ほとんど使うということが多かったです。ただ単焦点なので、たまにこちらの 28mm、60mm っていうズームレンズを持ち出すこともあります。結構屋外でのアクティビティで使うので、レンズ1本、もうカメラにつけたレンズ1本で済ませたいということが多いので、この 20mm のレンズか、標準でついてきたズームレンズを使うか、この2つで考えてました。ここで見ていくと、やはりこの焦点距離が 20mm っていうのと 28mm からっていうので、動画を撮っていると 20mm からやはり標準領域ぐらいのレンズっていうのが欲しいなということになりました。あと大きさはこの 20mm1.8 っていうのが非常にやはり持ち運びがいいので、この今持っているレンズと大体同じ大きさか、それよりも小さいレンズっていうのを探していました。そして今回、この焦点距離でズームレンズを探したところ、今回タムロン様からお借りしたこのタムロンの 20mm、40mm のズームレンズと、あと多分皆さんが購入を検討されているソニー純正のズームレンズ。こちら 16mm から 35mm F4 投資のレンズ。こちらの2つで非常に迷いました。今回はこの比較を簡単にしていって最終的な結論を言いたいと思います。それではまずレンズの価格からです。こちらのタムロンのレンズ、おそらく探して頑張れば8万円程度で購入できるのかなと思います。一方、ソニーの純正のレンズの方は16万円ぐらいが底値なのかなと思います。だいたい価格として倍になりますし、この8万円っていう差はものすごく大きいかなと思います。続いて重量と大きさです。こちらの方は両方ともそんなに大差なくて、今持っている 20mm の単焦点のレンズと比較しても大きさ、重さも両方とも当然許容範囲かなと思って、かなり小型でズームレンズなのによく作られているなと思います。
そして焦点距離ですが、こちらタムロンの方は今 20mm の単焦点を使っていて、全然個人的には不満がないので 20mm スタートでいいのかなと思います。で、標準域の方は 40mm なので、本当は 50mm まで欲しいなと思うんですが、40mm まであれば十分対応できるかなと思ってます。一方、ソニー純正の方は少し広めの 16mm スタートとなって 35mm までとなります。こちらカメラによってはアクティブデブレ補正が使えるので、そうすると画面の方クロップされるので、そういう人は 20mm よりもさらに広い画角っていうのが必要になるケースもあるのかなと思います。私の場合、ミラーレスカメラで動画を撮る際は、ジンバルを基本的に使うので、そこまでクロップだとか考えなくていいので、今 20mm の単焦点を使っていて、20mm スタートで全然問題ないのかなと思ってます。一方、この標準領域の方は 35mm っていうのはもう少し欲しい。35mm 十分いいんですけど、もう少し欲しいっていうので、35mm、もう少しあればなというのがソニーの純正のレンズに対する感想です。続いて FC です。やはりカメラのレンズ、単焦点買う際も FC が小さい明るいレンズというのが魅力的で買いました。こちらやはりボケだとかも変わってくるので、明るいレンズほどいいのかなと思ってます。特に暗いところでも撮れるので、こういう FC の明るいレンズというのはすごくいいのかなと思ってます。で、このタムロンのレンズは F2.8 投資っていうので、かなり明るいレンズだと思います。一方、ソニーの G レンズは F4 投資となり、こちら 2.8 と4という数字だけを比較すると、タムロンの方が良いのかなと思ってます。この FC の違いですが、一概にレンズ自身を持っていないので比較できないんですけども、このタムロンのレンズで F2.8 で撮った動画と F4 で撮った動画を比較すると、やはりボケ感も違うし、F 値が明るい。で、F 値 2.8 のレンズを持っていれば F4 で撮影することもできるので、やはり F2.8 までのレンズを持っていると優位性はあるのかなと思いました。それでは、ここから一番注目したい純正じゃないこのタムロンのレンズ、純正がいいって言われているところをタムロンのレンズを使って検証を一つずつしてきました。まず、フォーカスですね。この顔の追従だとか、フォーカスの自動追尾が純正のレンズの方が良いっていうことなので、今持っている FE1.8 の 20G っていう単焦点のレンズと今回のタムロンのレンズで、このフォーカスの追従性っていうのを外に出て比較してきました。これ結果を見る限り、正直私自身は差がないと思いました。もうタムロンのレンズで全然、個人的には全然問題ないという感じです。ソニー純正の優位性っていうのは感じることができませんでした。それでは、ここから少しレンズの音に注目したいと思います。実は今回ソニーのレンズ、ソニーのカメラに変えた理由は、もともと持っていたカメラだと結構昔のレンズなので、レンズの動作音っていうのが動画を撮るときにどうしても気になったんですね。で、どうせレンズもすべて買い替えるならば、もう乗り換えようっていうのでソニーに変えました。そしてこのソニーのカメラを買うときも店員さんにソニーのレンズは音がしなくて、やはり動画に最適ですよと言われたので、ソニーの純正のレンズじゃないとダメなのかなっていうので、ソニーのレンズを今まで利用してきました。で、今回タムロンの今回のレンズを利用できるので、この音に関してすごく試してみたいっていうのがありました。なので、ちょっと音に注目して見ていこうと思います。あと、ソニーのレンズ、インナーズームっていうのが特徴としてあります。で、今回タムロンのレンズ、ズームした際に、前が少しだけ伸びるっていう形状になってるんですけども、この伸びる形状によって、ジンバルに乗せた時に、ジンバルのモーターが結構頑張らなきゃいけないのかなと思ったんですけども、結論として一回バランスをとって、このレンズの伸ばし
伸ばして縮ましてということをやってもジンバルのバランス変える必要なかったので、今回のタムロンのレンズとの比較においては特に優位性にならないのかなと思いました。あと、純正のレンズ。こちら電動ズームになってます。電動ズームなので、そのままスムーズにズームができるということなんですが、今回動画をいろいろ撮影してきて、その瞬間で欲しい画角にパッパと瞬時に合わせられるタムロンの方が正直いいのかなと思いました。電動ズームなので、各種リモコンや、あとジンバルと連携してズーム作業っていうのができますが、現時点の今買おうとしている画角、焦点距離だと、電動ズームを使った撮影、ズームしながら、ズームイン、ズームアウトしながらっていう撮影は個人的にはないのかなと思って、電動ズームもなくても良いのかなという結論になってます。はい。それでは今回は非常に気になってた、もう高い買い物なので非常に悩みも大きかったズームレンズ。タムロンさんにお借りすることができて、もう徹底的に検証できたので、迷いなく購入する商品を決めることができました。そして、この8万円なり倍の価格差っていうのは、28mm、200mm の違うタムロンのレンズを買うなり、また、今ジンバルを持っていない人は、ぜひ動画を撮るならば、ジンバルの購入なりにそのお金を当てることをお勧めします。動画少しでも良かったな、参考になったなと思う人は、ぜひこの動画にいいねをよろしくお願いします。そして、こういうカメラ系の、動画、本数多くないかもしれませんが、上げていくので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。